毎晩7時ぐらいになったりするんですよ。吉野さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日は山師が田んぼもやってるんで、田んぼをちょっと紹介したいと思います。もうずっとじいさんの時代からかな、ずっとやってるんですけど、自分の祖父の時代からですかね。昔は手でこう開墾してこの山々を切り開いて作ったものを、親父の時代にちょっと高知整理って言ってちょっと重機をかけて広めた感じなんですけど、昔はなかなかこういう山の中にこう田んぼっていうのは大変だったんですけど、そのちょっと裏側の方に谷の水谷が流れてるんですけど、そこから水源を引いて、そしてこっちの方に持ってきてっていう感じでやってます。これ何十年もなるタンクなんですけど、こう据えて、ここから3インチのホースで田んぼの方に運んでます。これは2軒で使ってる水源です。昔はこうなんですか、水路を赤ベタっていうかね、赤土でこう叩いて、セメントがなかったんで、それでこう部落みんなでこうそういうのを作って、ずっと米が始まる前ですよね。だから4月頃からかな、こうそういうのを作って、それから田んぼに行って、でまだ自分が小さい頃は牛で耕して、小学校の頃牛で耕してました。それから高温期になって手押しの機械にディーゼルエンジンついたものになって、そして今トラクターになって、昔はもう家族ぐるめで、田植えはその親戚うちみんな集めて全員集合で、全員集合でこう綱を張ってこうずっと植えてたんですけど、もう今はもう機械化でもう今日もそうなんですけど、自分一人で白分けをするような感じで、そういう昔のようなこう一つの祭りみたいには ならないですけど、そういう感じで、昔からこうつないできた田んぼを守って米作りをやっています。親父が言ってたのはなんで今月広いるっちゃろか俺たちの家族でって言ったっちゃけど、米は余るほどねやといかんって、いつかその危機になった時には、うちはもう助かるからそれでっていう感じで、その上の広い田んぼも竹やぶをこう潰して部落の人たちを雇って、そして広げたみたいですね。でここの隣の宇那間っていうか北郷のそこの米はものすごい美味しくて有名で、沖縄とかそういうところに売ってるんですけど、そのすぐ隣脇なんですけど、うちの米も結構美味しく美味しいですね。粘り気があって美味しい。なんかそういう土質がずっとこう日本全国ずっと続いてるみたいですね、層がずっとその位置に宇那間の方が当たるみたいで、でうち当たりまでは競っちゃないかなって思いつつ作ってるところです。こういう自然の中でできるだけは有機肥料を使って農薬源で作ってるところです。確かに大変なんですけど、環境としては
朝晩の冷え込みもあるし、水も自然の水でミネラルの豊富な水を使って栽培できるんで、美味しい米ができるんじゃないかなと思います。吉永さん毎日そのお米食べてるんですね。そうですね、毎日ですね。うちの嫁さんもこだわって、なんかおひつというか米を入れるのもなんかちょっとなんだか冷蔵が効いたのをやったりとか、羽釜をいろいろこう変えたりとかしてやってますけど、本当美味しいですね。常になんか新米を食べてるような気持ちで食べてる。はいはい。吉永さんの元気の源ですね。そうですね。で、私一番さっきも話してもらったんですけど、水が枯れることってないんですか、田んぼに。そう、去年ちょっと水が少なかったですね。やっぱこう気候の関係で雨が降らないと夏場やったかな、1ヶ月ぐらい確か降らん時期があったんですかね。その時にはちょっと水がやっとかっと足りるか足りんかぐらいで、みんなでこう分け合いながら使ったんですけど、もうやっぱそういう異常気象の時にはちょっとそういうこともありますけど、ほとんど少なくなるっていうことはここ数年ないですかね。去年が初めてぐらいかな。じゃあ今後も取材続けますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。